コスモスのリースを作ります。本をお持ちの方は54ページです。本をお持ちでない方も一緒に作っていくことができますので、ぜひ作ってみてください。では最初に花を作っていきます。花は全部で16個作ります。本の作品はこのような配色でしたが、今回はこの黄色系を赤に変えて作っていこうと思います。使用する折り紙は15センチ角を4枚です。1枚で4個の花を作ることができますので、4×4 で16個作れます。ここの中心部分は黄色い折り紙を3枚用意します。全部は使いません。こちらはそれぞれ4分割します。こちらは2センチ幅にカットします。16本切ります。折り紙のカットが終わりました。花びらは 7.5 センチ角、花芯は 2×15 センチです。それぞれでこちらを作っていきます。三角に折ります。三角に折ります。また半分に折って三角にします。半分に折ります。ここまで折ったら、このはみ出た部分をカットします。花びらの形を描きます。本をお持ちの方は63ページのこちらに型紙がありますので、これを書き写していただくか、次の方法で書くこともできます。こちらの長さの半分からさらにこちらの長さの半分に印をつけます。こちらも同じぐらいのところに印をつけます。上はこの長さの半分のところに印をつけて、こちらも同じくこの長さの半分のところに印をつけます。これとこれをカーブをつけながら結んでいきます。こちらも同じです。ではこれを切ります。次にこちらの上を切ります。まずこの3つの点を書いて、角のところに点を書いて、それぞれ V の字で結びます。 V、 V、 こういう感じになります。これを切っていきます。
れました。次にここの先端を少しだけ切ります。ほんの少しだけです。これくらい切ります。次にこちらも少しだけ切ります。何ミリかという感じで切っていきます。2ミリか3ミリぐらいだと思います。はい、切りました。開くとこんな感じになっています。ここがちょっとつながっているので切ります。はい、こういう感じになっています。そうしたらこれにこのように筋が入るように線を描いていきます。タオルなどの柔らかいものの上に裏返しておいて、竹串などで3本の筋を入れます。真ん中に1本、両サイドに1本ずつです。少しカーブになるように描いています。こんな感じです。全然揃ってなくても大丈夫です。1本、2本、3本、1本、2本、3本というふうに全部の花びらに筋を入れていきます。はい、入りました。コスモスの花びらっぽくなったと思います。では次に花芯を作っていきます。半分に折ります。輪になっている方を細かく切っていきます。私は重ねて切りたいと思います。半分に折って真ん中を先に切ります。少し切ります。そして重ねて切っていきます。切る幅はだいたい2ミリ、1ミリから2ミリという感じです。こういう感じで切っていきます。切る幅は揃っていなくても大丈夫です。たまに太いのがあったら追加で真ん中を切ってあげればいいかと思います。はい、切れました。ちょっとここが太いかな。はい、あとは大丈夫そうです。ではこれを巻いていきます。では私はこの持ち方でスタートします。ここで押さえてもう一回ぐらい巻いてボンドをつけます。
ところどころボンドをつけながら巻いていきます。シワが寄りますが大丈夫です。気にしないで巻いていきます。で、少し巻けたらピンセットを外しててっぺんを平らにしながら手で巻いていきます。ボンドを少しつけて留めます。これの繰り返しです。あまりきつく巻かなくて大丈夫です。こんな軽い感じで巻いていきます。はい、巻けました。では花芯を花びらの中に入れていきます。ではうまく入りましたのでボンドで固定します。固定する位置は花芯の長さの真ん中ぐらいのところに固定してください。そうすると上にも下にも高さが出てくるという状態になります。はい、そうしたら今度は花芯を開いていきます。しっかりくっつけて広げて完成です。これを16個作ります。葉っぱを作ります。葉っぱ1個に使用する折り紙の大きさは 5×7.5 センチです。リースには葉っぱを6個使います。こちらの15センチ角の折り紙で6個作ることができますので、こちらで作っていきます。まず5センチ幅で切っていきます。これを半分に切ります。567.5。はい、6枚にカットできました。では形を描いていきます。ではこのように置きまして半分に折ります。本をお持ちの方は63ページのこちらに型紙がありますので、これを書き写していただくか次の方法でもできます。はい、書いていきます。ここに3ミリ幅ぐらいのまっすぐした線を描きますが、上は少しカーブさせます。先端を尖らせる感じにカーブさせて3ミリ幅ぐらいでまっすぐ下ろしてきます。次はこの辺に1個印をつけて、こちら側にもここが真ん中の線だとすると3等分するようなイメージで印をつけます。3等分ですね。でこちらのゴールを描く
この辺に向かってきます。まず1本目の線、カーブしながらここを目指してきます。で、次も同じところからここの下を目指してきます。次はここが目指すところは真ん中らへんかなというところですね。ここに向かってきます。カーブしながら到着。次はここに向かってきます。はい、3本目はこの辺に向かってきます。カーブしながら、はい、で次最後はここです。はい、こんな感じで葉っぱを切っていきます。で、線の幅がちょっと太くなったなと思ったら、切るときに調整、細めに切っていけば大丈夫です。では切りましょう。私は上から切っていくので、こういう感じにしてですね。まず尖っているところを少し切って、それからこの辺からスタート、カーブ、もうちょっとでしたね。はい、でカーブ。ほんと大体でいいです。大体というか適当で大丈夫です。はい、こういう感じで切れましたので、こちらを6個準備します。リースの台紙を作ります。私はこちらのレモン色を使います。リースは直径20センチにしますので、まずはじめに20センチ角の四角形を切り出します。次に線を引きます。円を描きます。直径20センチなので、コンパスは10センチ開きます。内側は直径10センチなので、コンパスは5センチ開きます。本での解説はここまでとなりますが、ワンポイントとしてお好みでいいんですけれども、綺麗な形で花を貼るために私は一手間加えています。こちらのリースの中に
花を貼るためのガイドを書き加えていきます。その方法が、コンパスを9センチに開きます。9センチに開いたら、ここのまっすぐ引いた線に印をつけていきます。例えばここに少し印をつける。ここにもつける。ここにもつける。というふうに8箇所印をつけます。ここが花を貼る場所になります。これで8個花が貼れます。で、あと8個ありますので、それがコンパスを7センチにします。はい、で7センチのポイントはここの間になります。この空間に書いていきます。この辺です。この辺、この辺、この辺に貼るということになります。はい、これで花をより綺麗な円の形で貼っていけるかなと思います。では切っていきます。台紙に花を貼っていきます。私はこれとこれ、白と濃いピンクを交互に内側に貼りたいと思います。まず仮置きします。内側の印をつけたところに置いていきます。次は外側です。外側もこの印をつけたところに置いていきます。こちらも交互に。はい、こんな感じで貼っていきたいと思います。貼る時のポイントとして、内側にこういうふうに貼るときに、外側のこの印が見えるように貼ってあげると、外側が貼りやすくなりますので、ここが見えるように貼るといいと思います。では、ここの印をつけたところに貼ります。ここの両方が見えるように貼ります。こちらもこの印が見えるように貼ります。
内側が貼れました。次は外側を貼っていきます。ここの印をつけたところに貼ります。はい、全部貼れましたので、しっかり乾かします。ボンドが乾いたら、花の重なり具合を調整していきます。今、外側が全部上に来ている状態ですが、これをランダムに変えていきます。例えば、下になっているこれを上に出してあげる。ちょっと花びらが落ちちゃいますね。はい、こういう感じで上になったり下になったりというふうに動きをつけていきます。はい、こんな感じでやってみました。では葉っぱを貼っていきます。葉っぱは6枚準備しましたが、お好みで8枚にしても大丈夫です。こういう隙間のところに刺していく感じになります。お好きなところに入れてください。あと2枚あると、こことここにも入れられます。では、これもボンドで固定します。裏側のこの辺に少しつけて差し込む形です。内側の花の張っているところまでギュッと入れてあげるといいと思います。ちょっとここと葉っぱの先端がぶつかっている感じです。これも同じようにこの白いコスモスの花芯のところにぶつける感じで貼ります。位置は大体で大丈夫です。
完成しました。ではここで本に掲載した作品を並べてみますね。本の撮影を終えて東京からここ東北に戻ってきました。使っている色の違いはこの黄色系と赤、他の3色は一緒です。ここが違うだけで随分雰囲気が変わると思います。皆さんもお好きな色の組み合わせで作ってみてください。